こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語を紹介したり、日本語学習に役に立つ話をします。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。つい最近、私はブラジル出身の方とお話しする機会がありました。その方は日本語を毎日勉強しているそうです。私はそれを聞いて、なんだかワクワクしてやる気が出てきました。どういうことかというと、そういう方たちのために頑張って動画を作るぞって思ったんですよね。その方は漢字を勉強しているそうです。皆さんも漢字を勉強していますか？漢字の勉強は大変ですよね。以前、私は漢字の勉強について動画を作りました。その動画で私は日本人はどのように漢字を覚えているのか、そしてどの漢字を覚えたらいいのかについて話しました。そちらもよかったら見てみてください。で、そういう動画を作ったんですけど、今回も漢字に関する動画を作ろうと思いました。皆さんはもしかしたら漢字を覚えることに苦労されているかもしれません。漢字の勉強は嫌だなと思っているかもしれません。でも漢字を覚えることを少しだけ簡単にする方法があります。それは漢字の書き順を覚えることです。書き順は書く順番やルールのことです。ということで、今回は漢字の書き順のメリットについて話します。あとは、そもそもどうして漢字の書き順があるのか、そのことについても話します。実際に漢字の書き順の基本的なルールについては、後で動画を作る予定です。では、本題に入ります。日本人は漢字を勉強するときに書き順を覚えます。漢字の書き順はとても大切です。理由は3つあります。1つ目、漢字をきれいに書くため。書き順は文字のバランスを整えて美しく書くためにあります。整えるは形をきれいにするという意味です。漢字を正しい書き順で書くと文字の形が汚くなりません。そして誰が見ても読みやすくなります。漢字の書き順は文字を美しく見せるためのレシピのようなものです。2つ目、早く書くため。書き順は筆記用具を円滑に動かせるように考えられています。筆記用具は文字や形を書くときに使う道具のことです。例えば鉛筆、ペン、消しゴム、定規などのことです。書き順は鉛筆やペンを円滑に動かせるように考えられています。円滑には物事がうまくいく、物事が問題なく順調に進むという意味があります。つまり書き順を守れば
漢字を悩まずに書くことができます。これどうやって書くんだっけ？そんな風に悩むことがありません。時間がかからずに漢字を書くことができます。漢字を正しい書き順で書くと、一度筆記用具を紙から離して、そしてまた書き始めるまでの無駄な動きが減ります。つまり書き順を守ると漢字を早く書くことができます。3つ目、正しい漢字が書ける。書き順を覚えれば間違った漢字を書かなくなります。間違った漢字というのは、例えば線が1本足りないとか、線が1本多いとか、そういう意味です。どうでしょうか？どうして漢字には書き順があるのか分かってもらえたでしょうか？次に漢字の書き順を覚えると、こんな風にいいことがあります。そういう話をします。まず一つ目、記憶に残りやすい。記憶は経験したことを忘れずに覚えているという意味です。日本人がたくさんの漢字を覚えられる理由は、書き順に沿って何度も何度も書いているからです。日本では小学生になると漢字の勉強を始めます。漢字の勉強の時に書き順を教えてもらいます。そしてその書き順の通りに何度も何度も漢字を書いて覚えます。書き順というルールを守って書くと記憶に残りやすくなります。例えば何かをするときにルールや順番があると覚えやすくありませんか？書き順を覚えるのは大変かもしれませんが、覚えてしまえばとても役に立ちます。書き順を覚えるのは面倒だと言って適当に書くと、書き忘れがあったり、間違って覚えたり、覚えることに時間がかかると思います。2つ目、文字が読みやすくなる。正しい書き順で漢字を書けば、きれいで美しい形になります。正しい書き順で漢字を書くと読みやすい文字になります。手書きでノートやメモを書いたり、手紙を書くときに相手が文字を読みやすくなります。これはコミュニケーションを円滑にするためにとても大切なことです。最近はパソコンやスマホで文章を書いたり、メールを送ることがとても多いです。でも日本ではまだまだ手書きで文章を書く機会が多いです。せっかく文字を書いても相手が読めなかったら意味がないですよね。漢字の書き順を覚えれば相手に読みやすい漢字を書くことができます。それはコミュニケーションを円滑にするためにとても大切なことです。あと、今は使わないかもしれないんですけど、私が若い頃はわからない漢字があると辞書を引いて調べていました。読み方がわからない、そういう時に漢字の書き順で調べるんですね。例えばこの漢字がわからなかったとします。これはわかる人も多いと思うんですけど、木、木などと読みますね。でも木、木という読み方がわからない、そういう時は書き順でこの漢字を書きます。そうすると1、2、3、4、4回線を引くとこの漢字を書くことができます。
画数っていう言葉があるんですけど、何回線を引くと漢字を書くことができるか、その数のことです。これはこの画数は4だ。じゃあ4回線を引くと書ける漢字の中から同じ形を見つけて読み方を調べる、そういう方法があるんですね。そういう意味でも書き順を覚えているととっても便利です。日本人でも読めない漢字ってたくさんあります。書き順も分からなくてもだいたい推測して書くんですね。推測する。推測するは今自分が持っている知識、情報、経験などを使ってわからないことを想像するという意味です。例えばわからないことがあります。その時に自分が持っている知識、情報、経験を使ってこれはこうかもしれない。この後はこうした方がいいな。そんな風に考えることがあると思います。この行動を推測すると言います。で、例えば画数が15画ある。15回線を引けばこの漢字が書けるかもしれない。じゃあ15の線で書ける漢字の中から同じ形を探してみます。あ、なかった。じゃあ16かなとか14かなとか、だいたいそんな風に探すんですね。辞書の中からそういう風に探します。そうすると、あ、これだっていう風に見つかるんですね。漢字が全くわからないとき、漢字の読み方が全くわからないとき、書き順から読み方を調べることができます。だから書き順は意外と便利です。ということで、今回は漢字の書き順はなぜあるの？という話や、漢字の書き順を覚えることのメリットについて話しました。今日お話ししたことが少しでも皆さんの役に立てば嬉しいです。漢字の勉強が少しでも好きになってもらえれば嬉しいです。では今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。